こんにちは、ともです。前回の動画では顔の左右で色分けされているヒントキャラと以前の考察からイム様とナミは双子であり2人合わせてウラヌスになるという考察をしました。今回は色の組み合わせからウラヌスの考察とイム様を操るものと謎の言葉ファンクについて考察していきます。まずはナミのイメージのオレンジ色とイム様のイメージの水色の組み合わせでウラヌスを一番表しているキャラであるワポルの側近のチェスとクロマーリモです。ワポルは初代イム様のヒントキャラ、クロマーリモはオレンジ色のマント、チェスは水色と白のマントを羽織っています。クロマーリモの武器は静電気でくっつくエレキマーリモ、チェスの武器は燃える弓矢です。この2人からワポルがバクバクの能力で生み出したのがチェスマーリモです。ワンピースに天空の城ラピュタのオマージュが込められていることは考察好きな方には広く知られていると思います。ムスカのセリフに見せてあげようラピュタの雷をというものがありますが、チェスマーリモの技にもクワトロハンマーに土という言葉が使われており、ムスカの旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の火だよ、ラーマヤーナではインドラの矢とも伝えているがねというセリフ通りにチェスマーリモは火の矢で攻撃します。僕は以前からウラヌスは雷を操ることができると考察していますが、天空神ウラヌスと天空の城ラピュタの攻撃イメージが同じであるとするなら、電気、土、火の矢という共通点からチェスマーリモはウラヌスのイメージだと考えられそうです。次にウラヌスのヒントになっていそうなキャラはオロチオニアバンシュウの地獄弁天です。オレンジ色というよりはみかん色ですが、着物の模様に先ほどの2色が使われています。地獄弁天は楽器を持っており頭に3つのドクロが乗っています。楽器と3つのドクロで連想できるキャラといえばトットムジカの第一楽章ですよね。歌と地獄弁天の髪型から考えてもヒントであることは間違いなさそうです。以前の動画で考察していますが、歌はナミとイム様の力を合わせたイメージだと考えています。トットムジカは歌の歌声で呼び出された怪物でしたよね。前回の動画でもお話ししたようにナミは昭和の双子歌手ザ・ピーナッツと関連付けられていると思います。ザ・ピーナッツの2人が歌を歌って呼び出す怪物といえばモスラですよね。モスラの攻撃って雷っぽいんですよ。知ってました？ナミとイム様の力を合わせるとウラヌスというイメージがなんとなく伝わったのではないかと思いますが、詳しく知りたい方は過去の動画を見ていただきたいです。この動画はイム様考察のまとめ動画でもあるので、ここまでは以前の考察のおさらいのようになりましたが、ここから追加で考察していきます。これまで黒、赤色、オレンジ色、水色について考察をしてきましたが、まだ水色単体についてはほとんどお話していませんでしたよね。イム様の確定的な情報が少なすぎてなかなか例を出しづらい状況ではあるのですが、僕が現段階で気づいているものを紹介したいと思います。おそらくですが水色もしくは青系統の色には狙撃のイメージが持たされています。ワノ国で登場した百獣海賊団の真打ちスピードは水色と白のイメージがあり、武器は弓矢を持っています。先ほどのチェスの武器も弓矢でしたよね。ウソップの父親であるヤソップは唯一腕前を披露している時の服装は水色ですし、黒ひげ海賊団のバンオーガーのシャツも白ではなくうっすら青が入っています。ウソップは青と白のストライプのリストバンドをしていますし、これは青より紫に近いかもしれませんが、ペロスペローは雨の弓矢を使います。これとイム様がどう関係するのかというと、ドレスローザ編でサンジが地上16メートルの狙撃手を倒しています。わざわざ16メートルなどという謎設定にしているのはイム様のヒント以外にはないでしょうから、イム様には何か遠距離から攻撃できるイメージがあるのかもしれません。他に特徴的な水色のキャラといえばクマシーがいます。今度はクマシーから怒涛の連想ゲームをやっていこうと思います。クマシーはペローナに声を出すことを禁じられていましたよね。同じくイム様のヒントキャラの可能性があり、口を閉じることを強要されていたのは CP9 のフクロウです。フクロウは狼のキャラであるジャブラに口のチャックを閉められていました。フクロウが無音なのでフクロウがナギ、フクロウナギです。フクロウナギといえばイム様のイメージのあるシャーロット・カタクリがいますが、マクロ一味のボスであるマクロはマクロファリンクスの魚人、つまりフクロウナギの魚人です。しかしマクロ一味の船の屋根の上を見てください。どう見てもフクロウナギではないですよね。ではマクロ一味の1を棒だと思って読んでみましょう。マクロとはフランス語でサバという意味です。ではサバに注目してみましょう。やはりサバで印象的なのはバラティエのサバ頭1号とアラバスタの砂漠の1号でしょう。共にサバで始まり1号で終わります。次は1号を15だと考えて15話の扉絵を見てみましょう。象の上にナミが座っています。15を象だと考えるなら砂漠の1号は砂漠の象。歌のミュージックビデオに砂漠で象に乗る謎のカットがありましたよね。
これはイム様とズニーシャの暗示になっていそうです。引き続き15を考えましょう。初代イム様のヒントキャラだと考えているエネルには稲妻と書いてサンゴという技があります。なぜ雷のエネルがサンゴなんでしょう。普通サンダーですよね。 3×5、3号15なので3号15だと考えてみます。サンゴの5という漢字は古の月の王であり、初代イム様を表しています。サンゴの3という漢字は王が柵の向こうにいる、僕の考える閉じ込められているイメージに合います。ではサンゴが一番クローズアップされた場面といえば、バンダーデッケン9世がサンゴに乗って白星のもとへ飛んできましたよね。このサンゴが入っている漢字、トマトと読みます。マトマトの実だからサンゴを飛ばしたのかもしれません。バンダーデッケンはマトマトの能力のことを呪いだと言っていました。3号10号を呪言、呪いだとして考えてみます。ネプチューン王が古い法律もまた呪い邪文と言っています。法律は英語でローです。和の国での参事の呼び名はサンゴローでした。こじつけと感じるかもしれませんが、サンゴローは 3×5 イコールロー、15は呪いです。連想ゲームのスタートにお話したフクロウの技にも呪言というものがあります。ちゃんと全部つながっているんです。そして随分と長くなってしまったのでもうお忘れかもしれませんが、この連想ゲームはイム様のイメージカラーから始まっています。イム様と呪いは関係があるのだと思います。第198話のタイトルは午後4時15分です。午後4時15分は16時15分ですから、語呂合わせはイム呪言となります。クロコダイルの爆破予告が午後4時30分で、語呂合わせがイム様ですから偶然ではないと思います。この絵の中でサンジがウナギを持っているのはフクロウナギとのつながりがあるからだと思います。これだけつながっても、もし呪いに懐疑的な方は緑の中戸井さんがめちゃくちゃ納得のいくイム様の呪いの考察をされているので、ぜひそちらも見てください。本当に面白いですよ。話を戻しますが、この呪いを使って考察をこれからしていきます。初代イム様ナミ、現在のイム様を表す色が赤色、オレンジ色、水色だという考察を前回までにしましたが、イム様を考えているとちょくちょく出てくる色がもう一つあります。緑色です。ワポルの配下のチェスにも緑色が入っています。海の色をエメラルドグリーンと例えることもあるので、先ほどのオレンジ色とみかん色のように水色と同じと考えてもいいのかもしれませんが、ちょっと気になる共通部分があります。僕はイム様を操っている、もしくは成り代わっているものがいると考えていますが、そのヒントだと考察しているネズミ大佐とクロコダイルのでんでん虫の色が緑と白のストライプなんですよね。皆さんご存知の通り、でんでん虫は通話している相手のイメージに形態が変化します。そのでんでん虫がこの2人を表す色が緑のストライプ、気になりますよね。また全くの偶然ですが、緑の中戸井さんとクセガールさんが赤毛のアンからの考察をされており、さらにクセガールさんはアンという名の黒幕がいるという考察をしています。僕も黒幕の名前はアンナだと言っているので近いですよね。その赤毛のアンの現代はアン・オブ・グリーン・ゲイブルズです。グリーン、緑です。黒幕に緑色のイメージ。ここに先ほどの呪いを足していきます。呪いには緑色のイメージを持たせていると思います。まとまとの呪いのバンダーデッケンは緑色のズボンを履いています。パントリが呪いだといった鬼熱は緑色のあざが出ます。ゴルゴン3姉妹はゴルゴンの呪いだと国民を騙していましたが、背中をあらわにし国民をパニックにしたのは緑色のサンダーソニアです。ゴルゴン3姉妹には水色がおらず、赤色、オレンジ色、緑色の組み合わせです。これは水色のイム様と緑色のアンナが入れ替わっているということなのでしょうか。シャーロット・カタクリはフランペの部下に素顔を呪いだと言われていますが、例えで出てきたフクロウナギとカタクリの背景が緑色です。先ほど呪言を紹介したフクロウの髪の色は薄い緑です。アラバスタのクンフー呪言は緑色です。緑の中戸井さんの動画で呪いと紹介されたミスター4は服が緑色です。どうでしょうか。イム様に緑の呪いのイメージがある気がしませんか。今のところだからなんだとは言えないのですが、何かつかめたら報告します。次は前回の動画でイム様のヒントだとお話したクイーンの気になるセリフについてです。クイーンはあえて痩せないタイプのファンク、丸く見えるが筋肉だから歌って踊れるタイプのファンクといった感じで、よくわからないファンクの使い方をしています。ファンクには臆病、憂鬱、泥臭い、悪臭、役立たず、醜いなどというような意味があるようです。それにしてもよくわかりませんよね。僕は英語が得意ではないので、得意な方からしたら意味が通っているのかもしれませんが、
僕にはわからないので、ファンクの意味は考えず文字だけを追っていこうと思います。まずファンクと言って思い出すのはドレスローザ編で登場した殺し屋ファンク兄弟です。兄のケリー・ファンクのジャケジャケの能力は化けの皮となり人格を乗っ取ります。そしてケリーは動物でも怪物でも来たものの全てを支配すると言っています。怪物という言葉はイム様のヒントとなるので、ケリーはイム様を操る者のヒントかもしれません。操られる側のボビーは考察通り青色と水色のストライプのズボンを履いています。ケリーのズボンの色が緑色でないのが残念ですが、黒と赤色の組み合わせはめったにないので何か意味があるのかもしれません。ケリーの好物はジョッキ1杯の生卵ですが、僕は初代イム様は鶏のイメージがあると考察していますので、生卵は現在のイム様を表しているのかもしれません。他にファンクといえばファンクフリードがいます。以前の動画で考察したアンナのヒントキャラであるスパンダムの愛刀です。実力がないのに権力の衣を着た黒幕のイメージのスパンダムは語呂合わせが16となるトムに濡れ衣を着せて牢に入れます。やはり僕の考える黒幕イメージとファンクが関係しているように思います。イム様を操る者がファンクと関係があると考えると、一つ面白い絵があります。僕はイム様を操る者の名前はアンナであると考察していますが、アンナの語呂合わせである107話のカラー見開きを見てください。ウソップがドンとファンクと書かれた紙を持っています。その紙には何やら悪魔のようなものと花が描かれています。そしてそれを見つめるフクロウ、なんか意味深ですよね。これに関して何か分かったらまた報告します。話が尻すぼみした感がありますが、最後にちょっと気になることと前回の動画の補足等を付け加えて終わりたいと思います。以前の動画でネズミ、タバコ、19というキーワードからベン・ベックマンがシャンクスを裏切るのではないかと考察しました。この時の SBS で紹介されたのはベン・ベックマンだけではないんです。ラッキー・ルーも一緒に紹介されているんですよね。ご存知の通りルーは緑色のストライプの服を着ていますし、国を表していそうな肉をいつも食べています。考えたくはないですが、ルーもシャンクスを裏切る展開があるのかも。ちょっと疑いながら今後の展開を見ていくのも面白いかもしれませんね。次は前回の動画の補足です。前回の動画で金獅子の式のことを鶏だと推測して考察を進めたんですけど、ゼロ巻で式自身が鏡を見て、あれ、あそこに鶏がって言ってますね。ワンピースにはこういう勘違いみたいなことが実は重要なヒントになっているということが多々あります。前回ビビとイム様の見た目は瓜二つだと言ったのですが、これも根拠が弱いので補足します。緑の中戸井さんがビビは13のゴリラであるという素晴らしい動画を出されているので、これを参考にさせていただきます。ドラム王国でウサギのようなラパーンの動きを見てサンジがゴリラかよと言っています。ウサギは初代イム様のイメージ、ゴリラはビビのイメージですから、サンジが初代イム様を見てビビと言っていることになります。これだけだとこじつけ臭いですが、リトルガーデンでもサンジはアンラッキーズに対して全く違う動物の名前を言います。どう見てもラッコであるミスター13のことをメガネザルと言い、どう見てもハゲタカであるミスフライデーのことをニワトリと言っています。ミスター13は13ですからビビの暗示ですよね。ミスフライデーは金曜日、金曜日を金星とすると金星はヴィーナス。僕は以前にビビがセーラーヴィーナスとリンクしているという考察をしました。なのでミスフライデーはビビを表しており、ニワトリは初代イム様を表していますので、こちらもやはりサンジがビビを見て初代イム様と言っていることになります。どちらもサンジがビビと初代イム様の見た目が瓜二つであるということを示しているということになるのです。今回の考察は以上です。もし少しでも面白いと感じてもらえたならチャンネル登録、高評価をポチッとお願いします。